語れ和製ビーストウォーズ。皆さんこんにちは。今回は久々の総括レビュー、ビーストウォーズセカンド超生命体トランスフォーマーについて語るよ。ついにトランスフォーマーですか。放送は1998年の全43話ですね。先日まで公式で配信されていたのを全話見たからやっちゃいます。小惑星からの SOS を受け捜索に向かったサイバトロンのコンボイ司令官が行方不明となる。部下たちは司令官不在ながらも謎のアンボルモアエネルギーが埋蔵された惑星ガイアの調査へ向かう。しかしガイアにはサイバトロンと敵対関係にある破壊大帝ガルバトロン率いるデストロン機構部隊が到着し、アンボルモアエネルギーの悪用を企んでいた。そしてコンボイもガイアに流れ着いており、ライオンの姿をスキャン。コンボイ改めライオンコンボイとなり、サイバトロン戦士たちも動物をスキャンしビースト戦士となる。一方のデストロン戦士たちは戦闘機などをスキャンしサイバトロンへ戦いを挑む。ここにアンボルモアエネルギーをめぐる戦い、もう一つのビーストウォーズが幕を開ける。タイトルのセカンドにまず引っかかる人がいると思うんだけど、普通に考えたら続編だと思っちゃいますね。ビーストウォーズと聞いたら真っ先に思い浮かべるのはあの声優無法地帯ではないでしょうか。確かに放送順としてはあのビーストウォーズの次に放送されてる。だけど直接の続編ではなくていわゆるつなぎの作品なんだよね。一体どういうことですか。前作のビーストウォーズは海外制作の CG アニメを放送していたのだけど、シーズン1が終わり続きとなるシーズン2の制作には時間がかかるため、急遽空白期間を埋めるために日本独自で制作されたのが本作なんだ。ちなみにこのシーズン2が後のビーストウォーズメタルスと呼ばれる作品ですね。だから前作から継続して視聴してもらうためのセカンドというタイトルだと思われる。また本作のコンボイ司令官が行方不明から始まってるというストーリーも、ビーストコンボイが爆死するという前作の最終回を想起させる作りとなってるのも意図してやってるんじゃないかなと思う。続きじゃないけど続きっぽい要素を感じさせますね。そんな事情で始まった本作だから作画が本当にヤバい回が多い。そんな言い切っていいんですか。これはもう見ればわかる通りだからね。前期オープニングも大半が1話映像のつなぎ合わせだし、次回予告もそれまでの場面や設定画を使用して持たせてたりもする。実は投稿者もリアル幼児だった頃に見ていた思い出のアニメだったりするんだけど、ここまで切羽詰まってるアニメだとは思わずちょっとびっくりしたんだよね。子供だったらあんまり気にしないんですかね。あんまり作画とか気にしない人間だったっていうのはあるかもね。しかし中盤以降は体制が整ってきたのか、変身バンクや合体シーンなど見応えのある美麗な作画が増えていく。特に後期オープニング映像は動きまくりハイライト入りまくりで語彙力を失うレベルでヤバいから絶対見て。サイボーグビースト勢揃いが特にヤバいですとね。ちゃんと後半持ち直すから前半の作画がヤバいとネタにできるところもあるね。ストーリー面に関してはいかがですか。大筋のストーリーとしてはアンゴルモアエネルギーの謎の解明やそれを悪用するデストロン、特に敵のボスであるガルバトロンとの対立がメインとなるんだけど、基本的に1話完結でコメディも多め。番組終了後にはマスコットキャラによるナビゲート番組もついてたりと、子供向け要素が強い明るい作品という印象が強い。サイバトロンの隊員たちはどこか幼さが残ってる。言ってしまえば悪ガキたちがいたずらをしてしまったというエピソードの運び方をしてる印象が強いし、対するデストロン側はお姉口調だったり関西弁の漫才コンビだったりとかなりキャラ強めな戦闘員が多い。全体を通して印象に残るキャラがかなり多いし、子供にも受けがよく共感しやすい設計されている印象を受けたね。この辺りは前作の与えた影響が強いのかもしれない。言語版だとめちゃめちゃシリアスなんですけどね。温厚なライオンコンボイの下でやんちゃをするサイバトロンの戦士たち、暴君たるガルバトロンに認められるべく悪どい作戦を展開するデストロン軍団。そこへ第三勢力や新戦士たちが時折介入しつつ、めちゃくちゃ数が多いですね。基本的にはおもちゃを売るための番組ですからね。徐々に惑星ガイアの謎やアンボルモアエネルギーの危険性が明かされていく。そして物語はガルバトロンがデストロン4星より呼び寄せた人工惑星ネメシスを呼び寄せ、ライオンコンボイのマトリクスから息子と呼べる存在ライオジュニアの登場で最終決戦へと舵を切り始める。物語の後半はかなり大河ドラマ的な流れになって見応えが増すんだよね。ネメシス阻止のためにあの手この手を尽くし、最終的には宇宙船でネメシスに直接乗り込むという激アツ展開。そう、
ここまで来ると状況のハードさもそうだけど、ライオコンボイとライオジュニアの親子関係や、話し合いに解決を信じるライオコンボイと、圧倒的武力で人々を押さえつけるガルバトロンの平和論が、真っ向からぶつかり合うドラマ的な面白さもあって、ちゃんとまとめに入ってるなぁと感動するものもあったね。前半部分ではかなりデフォルメされた悪として設計されていた感のあるガルバトロンだけど、自由だと誰もかもが好き勝手にして宇宙は荒れる。だからこそアンゴルモアエネルギーを使った支配、単一の価値観で押さえつければ、宇宙に平和が訪れるという論を展開するようになる。乱暴ですけど、全く聞くところがないというわけじゃないのがまた。ガルバトロンなりに信ずるものがあるからこそ、ライオコンボイは決着をつけることをためらう。その人間臭さもすごい良かったと思う。では、総評としては。個人的な思い入れも少しあるけど、傑作と評価してもいいと思う。前半の作画とかあらは確かに存在するけど、まだ子供が見られる時間帯にたくさんアニメを放送していた時代の名残、長期の放送が許された時代だからこその笑いあり涙ありの触れ幅の広さ、子供向けであっても子供騙しではない芯の通った素朴な物語、古き良きロボットアニメここにあり、そういう風に感動する作品だった。本当は名作と言っても差し支えないとも思ってるんだけども、何か思うところでも。個人的な感覚だけど、名作というポジションには出来栄えだけでなく知名度も必要だと思うんだよね。その点で言うと、そもそもビーストウォーズセカンドって気軽に見られる作品ではなくて、活発に論評されてる作品ではない気がするんだよね。最近まで YouTube で配信されてましたし、無料配信の機会もこれまで何度かありましたけど、有名なトランスフォーマー作品と比べると視聴手段がかなり限られているのは確かですね。これは口述の話と関わるからそっちでも話すんだけど、もっと気軽に見られる体制を望みたいね。複雑なポジションにいる作品だと冒頭で話したのだけど、セカンドの後には直接の続編が放送されている。ちょっとややこしいですね。ビーストウォーズネオ超生命体トランスフォーマー。実はセカンドの最終決戦でライオコンボイはアンゴルモアエネルギーで暴走するガルバトロンを食い止めるためにエネルギーを無数のカプセルに分散させることで勝利。カプセルは宇宙各地へ散らばった。そのカプセル回収をめぐる戦いを描くのがビーストウォーズネオなんだ。セカンド最終回の中でさりげなく次回作への伏線を入れ込んでたんですって。こういう点は大人になってから見返すと嬉しくなったりするよね。ミッシングリンクの快感ってやつですよね。自分もわかると共感してくれる人はコメント欄で教えてください。あまり詳しくは言えないけど、ネオの中でもセカンドで描かれたキャラや要素が深く関わってくる展開になるから、和製ビーストウォーズ2部作として個人的に捉えてるところもあるんだよね。こういう作品間のリンクが個人的にかなり好きで、人物を変えても物語や世界は継続しているのにすごくロマンを感じるんだよね。このセカンドの同時期で言うと、ウルトラマンティガとダイナ、デジモンアドベンチャーとゼロニーがこのやり方に近い世界観を形成している。実は今回の動画はセカンドの総括ではなく、雑談形式としてセカンドの軽い感想、そして直接続編のロマンを語ることを考えていたんだけど、ビーストウォーズセカンドにしろ、続編ロマンにしろ、構成を詰めていくにつれ、一本の動画で収めるにはもったいない。それぞれカッコに掘り下げていった方がいい、という判断になったんだよね。爪が甘いんですよね、ここの投稿者。このあたりについて詳しい方は、ぜひコメントで教えていただけるとありがたいです。いずれ作成する続編のロマン動画の参考にさせていただきます。ネオも面白いから、機会があれば見てくださいね。実はこの作品、劇場版も存在していて、なんとゲストキャラには前作のビーストコンボイも登場する豪華さ。すごい。さらに制作にはなんとウルトラマンのつぶらやプロも関わっている。どういう経緯でそうなったのか気になる。ただ現状は過去に一度発売された DVD ボックスでしか視聴できない上に、お約束のプレミア価格で気軽に手は出せない。この感じももうお約束ですね。自分が世代だからそう感じるのかもだけど、VHS の終焉期と DVD 黎明期の境目に位置してるから、売り上げが見込めるような作品でないと円盤なり配信なりで手軽には見られない。札束使っても見たいマニア向けの手段に限られちゃうのが悔しいよね。でもトランスフォーマーの名前を冠してるから、まだ扱いはいいのかも、って思わなくもないんだ。シリーズ作品でないがために知名度が低く、見てる人からもほぼ忘れ去られてるような作品もありますからね。悲しいけど。だからこそ今回セカンドを取り上げたってのはあるんだよね。そこまで高尚なことを考えてるわけじゃないけど、みんなが見ていない、存在にすら気づかないアニメだって、本当は面白いんだよ。ちょっと見てみない？
っていう。そんなきっかけになってくれれば、感想動画を投稿してるものとしては本望かな、と少し考えちゃった。YouTube 配信が終わったから、セカンドの視聴環境もまた厳しくなるけど、みんなのまた見たいという声があれば、何かが動くかもしれない。今回は以上です。皆さんのビーストウォーズセカンド感想、または動画の感想やご意見、ご即答ございましたらコメント欄にお願いします。チャンネル登録、高評価もしていただけたらテンションが上がるのでぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。